Produced by Camus. 改めましてメルと言います。30年前、元走り屋 AE86 に乗る峠小僧でした。現在はレーシングシミュレーターアセットコルサを使って30年前当時私自身が乗っていた AE86 を再現した車に乗り、日々夜な夜なシミュレーターで峠を走っております。まず皆様に告知です。 ML チャンネルでは CAMUS 公式サイトでシミュレーター製品が常時 5% オフで買えるクーポンコードを発行しております。これからシミュレーター製品をお考えの方はぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。今回は、つい先日いつもこの ML チャンネルをご視聴いただいている武井様からですね、このようなメールをいただきました。ML86 を完成させて RE71 タイヤを履かせてドリフトセッティングで2足ドリフトの練習をしています。サイドをつないでテールが滑り出すまではいいのですが、クラッチつないでアクセルを入れると回転が下がってストールしてしまいます。動画ではクラッチ切ってる際に特にアクセル煽ってる様子はなかったのですが、どうやってるのでしょうかとご質問いただきましたので、私今回ですね、ドリフト基本練習法の動画は私3本目となりますが、本日はですね丁寧に練習方法の説明をですねしてまいりたいと思います。それでは行ってみましょう。まずはですね、当時90年代の走り屋たちがですね、どのようにドリフトの練習をしていたのかということをですね、お伝えしてまいりたいと思います。ではですね、この朝間台スポーツランドの方なんですけれども、アクセルターンですね。アクセルターンも適当な回転数でつなぐのではなく、一発この高回転にいる状態でこんな感じですね。ただ初心者さんはこの何回もこの踏み直してやるとかそうではなく、もう上手い走り屋はですね一発でつなぐ、これは当たり前でしたはい、ではですね、この朝間台スポーツランド、こちらが本来はゴール地点なんですね。ただ、まずは2足サイドドリフトの練習の場合、運転席側、右旋回の方が比較的練習しやすいと思いますので、これは実車でも同じなんですね。まずは右旋回で練習してまいりたいと思います。まずドリフトで大事なのは、まずはこの基本なのです。ドリフトの2足サイドブレーキの、ドリフトの基本なのですが、まずは1はブレーキオンリーです。ブレーキを踏みます。1、2でステアリングを10分から15分の位置ですねに一瞬で切るのと同時にクラッチ踏みながらサイドブレーキでブレーキも離しながらですねいきますね。1、2で3でこの今切ったものを全て離したと同時にカウンターが回るためにアクセルを踏み続ける。もう一度いきますね。踏んでいきますよね。していきます。1がブレーキ、2がステアリングとクラッチとサイドブレーキでブレーキを離す。2、3と同時にアクセルを踏む。であとは4で、
カウンターが当たっているものを、戻していくっていう作業です。やっていきましょう。2足で123、このような流れなんですね。123、ちょっとこっち側はギャップが激しいので123、123、123で戻していく。123、こっちの方がですね、ギャップが激しいんですよね。123で戻していく。123、123、このリズムをとにかく身につけていくといいです。1、2、3、この流れです。1、2、3、これは私たちもですね、止まっていてよく先輩方にですね、教えて、もう止まりながら実車でも、イメージをつけさせられてから、走り出したりしていましたね。1、2、3、1、2、3、比較的ですね、このリズムに慣れてしまえば1日で実車でできます。私自身1日でこれは当時、もうやっていました。1、2、3、1、2、3、であとはですね、反対の回収を、左旋回でですね練習をすればいいと思います。ただ、今からですね、初心者の方が、やりがちなミスをお伝えしてまいりたいと思います。まずは今のリズムとは反して位置でこのようにこれですよね。ステアリングを切りっぱなしのクラッチとサイドを引き続ける当時の拓也がそうでしたね。はい、このパターンとか、このクラッチを切るのが早いとか、この戻さなければ、スピンに陥ってしまいます。カウンター当たってないので、スピンしてしまう場合は単純にアクセルとカウンターが当たってない、この、カウンター当てるのとアクセルを煽るのが遅いとスピンというかですね、スピンですね、押してしまったり、1、2でこのリズムができていないとスピンしてしまいますね。とにかくこの1、2、3、これだけです。1、2、3で小刻みに、カウンターを戻していくっていう。1、2、
戻していく。1、2、3で、戻していく。この狭いとストールさせてしまいます。外に外にパワーを逃がしていけばストールは起こしにくくなります。外にの意識です。どうしてもそのドリフト中ですね、内側に向いていこうとするとやっぱりストールしてしまうんですよ。あるあるなんですけど、内側に行こうとするとストールしてしまう。できるだけ外側に向けていけばストールしにくくなります。外側ですね。内側に向けていこうとすると、今怒らないからですね。内側に向けるとストール、外側に向けていけばストールしないです。はい、といった感じで、当時はこういった広場でパイロンを置いた、不当のですね、広場等々で、ドリフトの練習をしたりしていました。ではですね、ここまでできたらだいたい、次はですね、パイロンを置いた8の字の円かけや、8の字ですねの練習法に入っていって、車のコントロールをですねさせていくというものになってまいります。では次いきます。はい、ではお次はですね、天正円旋回と、8の字の練習に移ってまいりたいと思います。で今回使う ML86 のセッティングは、ML ウェブサイトの方でも記載してあります、グリップセッティングとなります。馬力は105馬力、ノーマルエンジンですね。で、あとはミッションギア比の方なのですが、ファイナル 4.3、ノーマルギアで、やってみましょう。通常の AE86 に乗られる方というのは、基本この状態、マフラー効果吸排気系程度をやってる方が多いかなと思いますので、今回の使うコースモッドは、ロキタマ師匠がですね、以前ドリフトのハウツー動画でも使用されていたエアポートドリフトトラックになります。でこちらのパイロンがたくさん置いてあるうちの一番手前のパイロンで、変化器と8の字をやってまいります。まずこの時点でですね、今右側にパイロンが私見えませんので、ちょっとあちらに移しましょうかね。この辺りにありますね。では本来はですね、もっと近づいてやりますが見えないんですよね。ちょっとやっていきます。ちょっと見えないぞ。ようやく見えた。はい。で通常は
実車って、一足ギアを使って定常円を行うんですね。二足ギアを使うとギアかクラッチがおそらくやられてしまうと思います。はい。で今度は反対側の定常円の練習をして、ステアリングワークと、ペダルワークでですね、このように、やっていくというものになりますね。でこのギア 4.3 で、105馬力でですね、ノーマル、セッティングです。ノーマルのその AE86 のセッティングで走っていただくと、比較的、実車 AE86 旧配系レベルで乗られていた方からすると、本当に昔練習したことを懐かしく思うようなセッティングとしておりますので、ぜひ一度試してみていただければなと思います。はい、このような練習法でですね、当時は行うことが多かったです。でここまで遠隔と8の字が、ある程度上達してきた段階で、定常円でできるようになったら不当で、さらにですね、速度を上げたドリフトで、テクを磨いていったりですね、で速度を乗せた不当でのドリフトができるようになったら、今度は峠でのドリフトデビューを果たすといった感じで、90年代当時の走り屋、峠族たちはですね、ドリフトを上達させておりました。30年前当時は今のようになかなかサーキットでのドリフトってできなかったんですよね。私の地元愛知では、ドリフトを解禁するサーキットがなくて、当時の私の地元の走り屋たちの間で、ドリフトのテクニックを上達する術というのがですね、今回ご紹介した流れでしかなかったんです。といったこともあり、当時のビデオオプションの生かす走り屋チーム天国のですね、イカ天で、ノムケンさんがデビューされたドリフトというのは本当衝撃的だったんですよね。当時はそんな時代でもありました。はい、それではですね、本日もお時間となりましたので、この辺りで終わらせていただきたいと思いますが、本日は、3回目の、ドリフト基本動画となりましたが、皆様いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた方はぜひチャンネル登録と通知と高評価もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。